新見南吉作手袋を買いに。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く早く。と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めてわけがわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐は、あまり強い反射を受けたので、目に何か刺さった、と思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って、小さい虹がスッと映るのでした。すると突然後ろで、ドダドダ、ザーとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして、10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。間もなく洞穴へ帰ってきた小狐は、母ちゃん、お手手が冷たい。お手手がチンチンする。と言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手に、はぁと息をふっかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ。と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って、坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろう、と思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて、野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまりに白いので、包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね。と聞きました。あれはお星様じゃないのよ。と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その町の火を見た時、母さん狐は、ある時、町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいというのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって散々追いまくられて、
命からがら逃げたことでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。と、子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方お出しとお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握ってる間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり、握ったり、つねってみたり、嗅いでみたりしました。なんだか変だな母ちゃん。これなーに？と言って、雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間からこっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね。この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と、母さん狐は言い聞かせました。どうして？と、坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると、手袋を売ってくれないんだよ。それどころか、捕まえて、檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。ふーん。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方。ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さん狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった火が二つになり三つになり、果ては十にも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板やメガネの看板やその他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで描かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐にはそれらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通り、トントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほど
ごろりと開いて、光の筋が道の白い雪の上に長く伸びました。子狐はその光がまばゆかったので、面食らって間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋をください。すると帽子屋さんは、おやおや、と思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだな、と思いました。そこで、先にお金をください、と言いました。子狐は素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけてかち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない、本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、子狐の手に持たせてやりました。子狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。お母さんは、人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったもの、と思いました。けれど子狐は一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ、眠れ、母の胸に。眠れ、眠れ、母の手に。子狐は、その歌声は、きっと人間のお母さんの声に違いない、と思いました。だって、子狐が眠るときにも、やっぱり母さん狐は、あんな優しい声で揺すぶってくれるからです。すると、今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は、森の子狐は、寒い寒いって泣いているでしょうね。すると、母さんの声が、森の子狐も、お母さん狐のお歌を聞いて、洞穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ、坊やも、早くねんねしなさい。森の子狐と、坊やと、どっちが早くねんねするか。きっと、坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと、子狐は、急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ飛んで行きました。お母さん狐は心配しながら、坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰って行きました。月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。どうして？坊、間違えて本当のお手手出しちゃったの。でも、帽子屋さん捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたもの。と言って手袋のはまった両手を
パンパンやってみせました。お母さん狐は、まあ、と呆れましたが、本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。とつぶやきました。琴の葉の森でのひととき、いかがでしたか？このチャンネルでは物語や詩を静かに読み継いでいます。よろしければチャンネル登録をして、また遊びにいらしてくださいね。お相手は中島莉子でした。